今回はインペルダウンレベル6のモブたちは全員伝説級の大犯罪者という事実の反応集です。それではどうぞ。こんな見た目でアーロンやクリーク瞬殺できるぐらい強いのヤバすぎんか？白ひげの書の2番手もパインの擬人化みたいなビジュアルしてるし。ちゃんと服着れば風格出る説。プリズンブレイクでもレギュラーのハゲ散らかしたおっさんがシャバに出てしっかりメイクアップしたら、普通にかっこよかったやつ思い出した。政治犯なんでしょ適当。政治犯とか重要秘密知っちゃったやつとか、本人さほど強くないけど危険すぎる実食べちゃったやつとかも混じってるかもしれない。それだと岩ちゃんがレベル5なのおかしいような。岩ちゃんレベル5なの違和感がすごすぎて忘れていた。絶対レベル6だよ。一国の王にして革命軍幹部なんて。政治犯や知りすぎた奴は習慣なんぞせずにさっさと、刑した方がいいのでは？危険な身を食してるならともかく。強すぎたり特殊な技能持ってたりで、刑するために外出すだけでも危険なのかもしれない。あるいは街道みたく眼鏡だったり特異体質だったりでロすことがそもそもできなかったり。そんなんばっかだったら黒ひげ海賊団とか雑魚だろ。黒ひげ海賊団のメンバーは牢内バトルロワイヤル勝ち抜いてきた奴らだからレベル6の中でも強めでは？全員ニカのこと知っててレベル6に隠された可能性。ニカめちゃくちゃ知れ渡ってて草。マゼランの毒にビビりまくってた連中だったり、岩のウィンクもらってた連中だからレベルは高くないだろうな。落ち着いて聞いてくださいね。マゼランの毒は黒ひげでも死ぬレベルで岩ちゃんのウィンクは七部会にも通用するんですよ。前にもどこかで言われてたけど多分ロジャーとかが捕まってデスウィンク食らっても同じような反応しそう。ダメージなったならないに関わらず悪ノリみたいな感じで。仮にダメージになったとしても、檻の中で幽閉されてる囚人と檻の外のレベル 5.5 でずっと英気を養えてた岩さんじゃあんまり比較対象にならないと思う。後ろマゼランの毒は能力抜きかつ無抵抗の状態で平気な奴は多分ほとんどいないぞ。カイドウ、マム、レイジュあたりならヒドラまでなら大丈夫かもしれんけど。カイドウやマムは無反応そうだけど、ロジャーはリアクションしそうだよね絶対。ノリノリでジンベイの真似してデスウィンクされて楽したりハンコックにメロメロしたり、新聞読んでフックックしたり、レベル6のモブはノリがいいよな。新聞読んでフックックはモブじゃねえよ。メイクしてないクイーンとか、地味な服着たジョズとかは混じってても違和感なさそう。こいつらはバトルロワイヤルで死んでそうだよな。この後マゼランの毒でやられてなかったっけ？見せしめだからこいつ一人な気がするけどよくわかんないな。あとこの後解毒剤もらえたかなと思ったけど死んでてもおかしくないよな。ルフィもグロッキーになったヒドラ食らって立ったままなのタフだなこいつ。最後のチッキショーがなかなかシュールというか全然苦しんでないの面白いよ。レベル6何人くらい収監されてんだろうね少なくとも3桁配送。億前後が入れられるレベル5よりも深く落ちる奴らがこんなにいるの治安悪すぎでは？ 4 つの海とグランドラインから集められたと考えればそんなもんじゃないか？基本、計されて減らないから、何十年もどんどん増えて溜まってくだろうしな。レベル5は投資どんどんしてくだろうからな。レベル6に入れられてるのは多分身の能力が凶悪か投資なんかしない連中だろうけど。ドフラミンゴも洗礼受けたのかな？氷漬けにされてたワールドみたいに特殊な監獄に入れられている奴もいるのかな？というかワールドがまさにヤバすぎる実を食べたやつだよな。それこそエースみたいにロジャーやジーベック時代のヤバい奴らの子孫とかもいるんじゃない？出てないだけで、このシーン当然黙ってる奴もいるんだろうな。クロコダイルとエース、ジンベイが話してるシーンで、ミュージカル並みに息の合った足踏みしてたり、描写だけあってノリいいの好き。この人はレベル6の同派一旦か2世ってやつなんだけど、名前的に貴族か王族みたいなんだよな。白ひげに恨みがあるらしいから、懲らしめられたどこかの悪徳王族で、スキャンダルになるから入れられたとか？こいつサンファンウルフかと思ってたけど違うんだね。濁点外して後ろから読むと本当はいい人になるドビーバドンボさん。革命軍関係者なのか、正規の5人逮捕でもされたのか、めっちゃかっこいいキャラデザやけど今後出てくることほぼなさそうなの悲しい。ふと思ったんだけど背景として出てくる時のレベル6、助手いないよな。デボンがいるからさすがに別室なのかね？今のルフィが捕まったら人のみモデルニカの拡散防止のために、確実にここに入れられそう。ローと揃ってワールドみたいな氷漬け保存されそう。仮にだけど今海軍に討伐されてる元七部会メンバーとか、カイドウとかマムが捕まったらここに入れられることになるんだよな。この中にさらっとダグラス・バレットとかが混ざってるの怖すぎる。レベル6の囚人は全員伝説級の大犯罪者らしいけど、
この岩ちゃんにぶっ飛ばされてるしょぼそうな奴らも伝説級なの？ずっと捕まってて回廊石つけられてるかもしれないのに岩ちゃんのウインク耐えるのはやばくね？所属船の他船員が伝説級のヤバい事件を起こしてて、それに加担していたり間近で目撃してたから、野放しにしてると便乗されたり、一般に知られてはまずい情報を流されるから閉じ込めてるとか？別に大犯罪者肉弾戦での猛者ばかりではなかろう。非力な女子供ばかり大量に惨殺してた連続殺人犯とか、世界を股にかける一大麻薬シンジケート築いてたやつとか、国家を相手取った詐欺師みたいな知能犯の可能性だってあるし、あとはまあマジで食うだけでめちゃくちゃ強くなれるタイプのチート級の悪魔の実を食べた囚人とかもいるかもな。処刑してまた別のところにリポップした悪魔の実を海賊に食われる危険性考えて。インペルダウンに幽閉されてるけど能力使えなきゃクソほど弱い、みたいなやつなら回廊石で封じられてるうちはただの雑魚犯罪者だわな。バウンティ強さだと勘違いしてる人もそれなりに見かけるからな。作者が明確に否定してたけど、アバロキサロが強いようには見えん。少なくとも殺し合いして生き残ったやつだから同じ牢の中だと一番強い。バレットやらレッドやらワールドやらがいるし、生き残る皆殺しにするだから最強とは限らないと思う。タイムリミットでも設けてたんじゃない？氷漬けになってたワールドはまだしも、パトリックさんとバレットは普通に檻の中の全員殺したんじゃねえかな？ロジャーに関わったからぶち込まれた人が大半占めてそう。それだったらまだトムさんも生きてたかもしれないんだけどね。ハンコックの時とかこことかも大体賑やかしのモブしかいなかったわ。残念だったな。一人二人黙って下向いてるやついてもよかった。こう言っちゃなんだけどバギーだって伝説級の大犯罪者だし、シンプルに表に出せないタイプの犯罪を犯した人間なんじゃねえかな。イワンコフがレベル6じゃないあたりが。世界政府にとってよろしくない情報を持ってて口封じができない奴らなのかね。海に出ずに民間人大量虐殺。なら強さいらないもんな。政府に都合の悪い事実があればもみ消される。いや大抵の場合牢に入れてないでさっさと消した方が手っ取り早い。伝説級の大犯罪者の仲間ごとぶち込まれてるからモブがいっぱいという可能性もある。仮に今の麦わらの一味が全員捕まったら強さ関係なく全員レベル6だと思うし。よく言われることだけどここにロジャーやルフィがいたとしても出してくれよデスウィンクブホってなっても、違和感ないから強さではなくノリの問題。仮に4校が2人同盟を組んで政府に攻め込んでくるとしたら戦力の補強として、やむを得ずレベル5からレベル6あたりのかなり強い囚人を選んで解放とかあり得るのかな。絶対に逃げるやつしかいないから基本的にそれはないと思う。私有人兵みたいな元政府側でもない限りないんじゃね？裏切るか逃げる可能性の方が圧倒的に高いし、それよりインペルダウンに攻め込まれる方がまずいから一斉。K の方があり得る。カイドウとマムは収監されず即刑になりそう。刑もできず結局